どうもちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。ブリっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ブリっていうことでね、こちらのブリ、知り合いにいただきまして、これはね、天然のブリですかね。今の時期の天然ブリにしては、ちょっと丸みはあるかなっていうぐらいのポテンシャルですね。基本ブリは冬が旬ですので、夏の天然物はちょっとさっぱりしてますよね。夏でも脂の乗ったブリが食べたい場合は、養殖のブリを食べると、夏場でも脂の乗ったブリが食べれます。で、今日はこのブリを使って、お刺身作ろうかなと思いまして。ただのお刺身じゃ面白くないんで、大人気シリーズ、こちらですよ。船盛りに、ちょっとした姿作りみたいな感じで作っていきたいと思います。よし、そしたら、まず頭を落として、鱗と内臓を全部取っていきますね。これ頭大きいので、まず頭を落としちゃいましょうか。頭を落としたタイプの姿作りでいきます。カマの下から1本入れて、お、しっかりと血抜きもされてますね。これね、ブリは血抜きがしてあるかしてないかで、もう全然価値が変わってきますんでね。よし。で、お腹を割って、内臓を出します。で、僕、ブリの内臓を触ると、ちょっと手が荒れちゃうんで、手袋します。なんでブリだけ手がボツボツになるんですよね。マグロとかは大丈夫なんですけどね。そしたら一度これ洗っていきます。で、洗うタイミングで鱗落としちゃいます。でも鱗がついてると皮引きにくいんで、鱗は取った方が皮引きやすいです。それに鱗のついたまま皮引いちゃうと、皮引いた身に鱗がついちゃうリスクがありますんで、できるだけ取った方がいいですよ。で、逆にこれすき引きまでやっちゃうと皮が引きにくくなっちゃうんですよね。なので皮を引く場合は鱗かきで鱗取るのが一番皮引きやすいと思います。で、養殖のブリは鱗がちっちゃくて、鱗ついたまま切り身にしても料理にした時に、そんなに気にならないんですよ。でも天然のブリって鱗が大きいので、切り身にする場合でも鱗は取った方がいいですよ。はい、鱗が落ちましたら、この血の膜をかいて、血綿を取っていきます。このブラシかなんかでゴシゴシゴシとやると綺麗に取れます。よし、OK。そしたら頭の処理をしていきますね。頭はね、これカマ外しちゃいましょう。で、カマの裏にエラが入ってるんで、これ取っちゃわないと姿作りにした時に血がボタボタ垂れてきちゃいますんでね、カマは取っちゃいましょうね。よし、こういう形ですね。エラの付け根を外しまして、はい、外れました。外れたらこっちの付け根も包丁で切り取ります。で、ポコッとエラが取れますと。こんな感じ。そしたらちょっと洗っていきますね。これがブリカマ。で、これがブリの頭ですね。これを姿盛りにしていきます。で、こういうところに血もついてますんで、こういうのも綺麗に落としていきます。はい、そうしましたら身を下ろしていきますね。もうブリは慣れたもんです。お腹に1本入れて、反転させて、背中にまずガイドライン1本入れます。こうですね。そしたら2発目で深く入れます。反対側に持ってきます。そうすると切り口が開くので、こう、決めやすくなりますね。はい、こんな感じですね。やっぱちょっと油は少なめですね。こんな感じです。せーの、よっと。で、こっち側も下ろしてありますね。で、いっぺんに使わない場合は、もう下ろさないで、この状態にしとくと痛みを抑えれます。で、食べる直前にこの骨を外す感じですね。で、こっち向けて1本入れまして、で、骨ギリギリを攻めると。持ち上げて、決めると。で、ここでポイントは、ここまで決める。しっかりと。これやんないと、ビュッてやった時に、ここの身がごっそり取れちゃいますんでね。はい、こんな感じですね。そしたら今日は尻尾を使いますので、尻尾は落とします。そしたら肩身はご近所さんにあげて、こっちの肩身を使っていきましょうね。柳刃で腹骨をすいていきます。あ、お腹いい感じですね。油ありますね。で、ギリギリまで膜を落として、できるだけ腹身を残すと。こんな感じですね。そしたら、血合い骨を取ります。もう割っちゃっていいです、これは。ビューっとね。背中側も割りますと。
はい、こんな感じですね。で、ここで最終仕上げで、ここでちょっと傷んでるところとかは削ります。この段階で削った方が削りやすいです。で、この尻尾の方にブリ線虫っていう糸みたいな虫が入ってることが多いんですよね。特に夏のブリは結構いるんですけど、この個体はいないですね。珍しい。よし、そしたら皮引いていきましょう。まずはお腹のここを落として、で、これ取ることによって皮がきれいに引けます。で、尻尾の方から包丁を入れて、包丁の角度を若干下向きにして、押す力と引く力一緒に加えていきます。はい。こんな感じですね。こういう風に白が全体に残ったら、綺麗に引けましたっていう印ですね。で、お腹側も引いていきます。よく切れる、しなりの良い柳刃だと、綺麗に引けますね。で、背中の方も引いていきます。尻尾の方から入れて、はい、こんな感じ。で、この背中の方は、このグレーの皮肌が残ったら、上手に引けましたってことですね。そしたら、ちょっとトリミングしていきます。まず、お腹のここですね。ここね、僕は落としちゃいます。こういう風に。ここに骨が1本入ってるんですよね。ピンセットとかで抜いてもいいんですけど、形を揃えたいっていうのもありますんで、こういう風に僕は切っちゃいますね。それでね、こう見た時に分かりやすいんですけど、これ、血合いなんですよね。なので、こう血合いのちょっと生臭いのが苦手な方とかは、で、こう置いて、斜めに、こうやって包丁を入れていきます。ピッと。で、そして血合いだけ取っちゃう。ちょっと皮肌はね、不格好になっちゃうんですけど、これすると生臭みがなくなります。鮮度に自信がない魚とかはこれするといいと思います。背中の方も一緒ですね。斜めに包丁を入れて、血合いを取っちゃう。こんな感じで。ここは煮付けとか唐揚げとか火を通す料理にすると美味しく召し上がれますんでね。で、背中の方はこれ縁側がついてますんで、この縁側取っちゃいます。刺身にした時不格好なんでね、ビビビビーと。はい、これでブリの仕込みの完成ですね。そしたらお水に塩を入れて食塩水を作ります。気持ち濃いめの食塩水作ってください。で、ここに先ほどのブリの柵を入れます。塩水処理ですね。これするとブリの中の臭い余計な水が浸透圧で塩水に出てきますんでね。これしてあげるとね、クオリティが1個上がりますよ。だいたい僕は2、3分こうやってシャバシャバと洗って終わります。そしたら出してって、水気をしっかりと落としていきます。はい、これでブリのお刺身用の完成ですね。一度冷蔵庫で冷やしましょう。で、頭なんですけど、この船盛りに対してこの頭は大きすぎますんで、これ半分に切っちゃいますね。はい、じゃあ割っていきます。結構硬いので気をつけてください。真ん中で割ろうとすると、この背骨が硬いので、ちょっとこうずらします。こう広げつつ、ちょっと危ねえな。危ないなと思ったら、これノコギリでいってください。包丁で大きく怪我をするときって、だいたいカブト割りとか、あと包丁を研いでるときとかなんですよね。だから絶対に無理はしないこと。ほら、ノコギリだと簡単にこうやって落ちますんで、これでいいんですよ。本当はこっちの方が目が綺麗なんでこっち使いたいですけど、こうなっちゃいますからね。こっちで目が赤いんですよね。まあ、仕方ないな。で、ちょっとここら辺落としますね。こんな感じでいきましょう。そしたらブリだけじゃちょっと単色すぎるかなと思ったんで、このマグロとタイとサーモンも買ってきました。そしたらまずは土台を作っていきますね。これ土台にはね、大根の端っこ、こういうのを使います。これに爪楊枝をぶっ刺して、で、こういう兜ですね。兜を固定します。こんな感じですね。乗っけちゃって、そしたら奥の方は高く作りたいので、爪をたくさん乗せます。こういう感じでね。尻尾も同じように、大根を刺して、で、ここでまっすぐ立てたかったら、爪楊枝をまっすぐ。で、ちょっと斜めに立てたいので、斜めに立てます。こういう感じ。で、そこに尻尾をぶっ刺します。ブスッと。さらにここを補強すると。こんな感じ。そしたらここに、こうやって立てていきましょう。で、ここに、この竹のおしゃれなやつ、これを置きます。で、おしゃれなやつ置いたら、ここに直接刺身を置くと、ちょっとあれなので、これ波乱ですね。波乱を切って、こういう風に置きましょう。
で大葉も1枚かまして、ここに切って乗せていきます。ちょっと飾り包丁入れましょうか。これやると醤油の染み込みが良くなりますんでね。はい、こういう風に横に入れたら次は縦に切っていきます。厚さはこのぐらいですね。できるだけ厚さとこの幅を揃える。これが刺身綺麗に見えるコツですね。こんな感じ。しっかり揃えていく。でよく切れる包丁で角を立てると。で長さを考えて、いろんな盛り方あるんですけど、僕はピシッピシッピシッと持っていきます。おー、いいね。そしたら下にもこう引いて、で大葉をここにかまして、この大根を隠すんですよね。できるだけこういう土台を隠した方が綺麗なのでね。はい、こんな感じですね。そしたら次は平たくつまを積んで大葉かまして、ちょっと切り方変えて、こういう切り方でいきましょう。このお腹側の白い皮目をきれいに生かしてね、こんな感じで。でちょっと薄めに切って、ここで並べていきます。まあだいたい6枚から7枚ぐらいこうやって並べていきます。そしたら最初に置いたところからこうやってくる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 っと巻いていきます。そうすると簡単にお花ができます。こうやってね。お花の大きさをちっちゃくしたかったら枚数を少なくしてください。逆に大きくしたかったら枚数を多くしてください。こういう風に置きますと。はい、こんな感じ。そしたら次ここですね。マグロいきましょう。脂の乗ったいいとこです。で次はここにサーモンいきましょう。で次はここにマダイを置きます。隙間なく埋めていきます。でマグロ、サーモンで波乱を敷いて、甘エビいきましょうか。でちょっと余りがあるんで、ここら辺にもマグロを置いていきましょう。でマグロとかこういうのを置くときに気をつけないかんポイントが、ブリの頭って割と汚いので、直接ブリの頭にマグロがつかないように大葉とかでこうやってガードしてあげること、これ結構大事ですからね。そしたらここにつまで色付けしていきます。まず人参で、このきゅうりとかこういうのもね、隙間に埋めてあげる。ですりおろしたわさび、こうやってねちょっと葉っぱみたいな形にして、で葉脈もこうやってつけてあげて、こんな感じかな。でちょっと秋らしくもみじやなんかもこうやって添えて、で僕の大好きなすだちも輪切りにして、こういうとこに。はい、これでいただいたブリとちょっと買い足して作った姿作りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。どこから食べようかな。やっぱりこの今日さばいたブリですかね。ほら、ちゃんと油も乗ってますね。うまそうです。それじゃあわさびをつけて、でちょっとすだちの香りもつけて、こちらを醤油につけていただきます。わあ、うまい。程よい油だな。天然のブリのいいうまさ。じゃあ次はこちらマグロいきましょう。わさびをつけてちょんちょんといただきます。やっぱ姿作りにはマグロが入らない話にならんね。脂の乗った赤身ですね。もうほぼ中トロで、タイはもうすだちだけでいいです。いらんことしなくていい。さっぱりしてますね。でみんな大好きサーモン、うまい。甘エビも美味しいな。はい、ということで今日はこちらのいただいたブリとかで作った姿作りときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。よーし、今日もやるぜ。
よいしょっと。はい、こちら、豪快語ですね。いただきます。一人で食べれるかな、こんなに。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はいただいた天然ブリをベースに使って、久しぶりに船盛りを作ってみましたけども、船盛りは難しいね。難しいけど、楽しいですね。船盛りって盛り方次第で可能性は無限大なのでね、ほんと綺麗な船盛りを作れるように頑張っていきたいと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。